返し漫画、キングダム。最新75巻は2025年3月18日に刊行予定です。あらすじです。本作は後に始皇帝となる秦王政と彼の下で天下の大将軍になることを目指す主人公秦の物語です。キングダム第1巻は紀元前245年から始まります。三国志の時代よりもはるかに古い春秋戦国時代、漢、魏、趙、蘇、燕、西、秦などの国々が覇権を狙い、500年間にわたり戦争を繰り返していた時代です。日本でいうと弥生時代の頃ですね。主人公の秦は中華の最西の国、秦で暮らす戦争孤児です。下僕の扱いを受けながらも、幼なじみのヒョウと共に毎日剣の腕を鍛えていました。二人の夢はいつか戦に出て武功を挙げ、中華全土に響き渡る天下最強の大将軍になること。そんな二人の前にある日突然身なりのいい男が現れます。それは秦王政の教育係をしている昌文君。彼は王帝の反乱から政を救うため、王により2つの兵を影武者として雇いに来たのです。その後、ある出来事をきっかけに秦もまた政に力を貸すことになるというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は秦と政の絆です。最初は平民ですらない下僕の秦と王である政。あまりにも身分が異なり、公式な場では言葉を交わすことも難しい2人ですが、彼らには確かな絆があります。それは1巻から5巻の王帝反乱編で、命の危機を共に乗り越えた戦友だからです。古代中国という厳格な身分社会の中で、王と元下僕が陰で信じ合う戦友であるという関係性がたまらなく熱いです。2つ目のおすすめポイントは史実にのっとっている点です。政は第1巻の紀元前245年から24年後の紀元前221年に中華統一を果たし、史上初の皇帝、始皇帝となります。これは史実であり、物語の結末はもう決まってると言えるんよね。本作はその24年という長くもあり短くもある年月の中で、当時の人々がどう生き、どう戦い、どう歴史を作っていったのかが描かれる壮大な作品です。本作の主要登場人物は式に登場する実際の人物がモデルとなっています。最後3つ目のおすすめポイントは熱い展開とキャラクターたちです。本作はとにかく熱量の高い作品です。戦国時代ですから当然仲間との別れもたくさんあります。それは秦に近しい人も例外ではありません。ただ原先生は物語上どうしても別れなければならないキャラクターが現れた時、一人一人丁寧に描いています。熱いエンターテインメントでありながら古代中国史を学べる名作です。